はじめまして。よろしくお願いします。打ち合わせなしの。はい。めっちゃ緊張。全然大丈夫。よろしくお願いします。普通の美容院に来た感じで。はい。どうします？今日はバッサリ行きましょう。髪の毛切りたいなと思ってまして。めちゃめちゃ長い。そうなんです。去年結婚式があったので、そのためにずっと伸ばしてたんですけど、妊娠して出産があるので、ちょっと新たな気持ちで挑みたいなと思って、バッサリ切りたいなと思ってます。いいじゃないですか。すごい。はい。結構長いですもん。結構長いですよね。多分人生で一番長いぐらい。人生一番長い。はい。オッケー。ショート。ショートがいいかなとお送りした画像が、結構ハンサムショートというか、はい、いいかなと思ったんですけど、似合うかどうかが全然似合いますよ。心配。全然大丈夫。絶対大丈夫。なんかショートカットっていつも周りからすごい不評なんですよ。そうなんです。やっぱりペタンコなので、乾かしっぱなしだと少年みたいな、スポーツ少年みたいになっちゃったりとか。このボリューム感ですよね。そうなんです。ストレートアイロンでなんか軽く丸くするみたいな感じしてあげて、ボリューム出してあげるといいかもしれない。それだけでボリューム出ますか？超簡単。そうなんですね。下手にパーマとかかけてボリュームが出る髪質じゃないんで、アイロンとスタイリング剤でいっちゃえばいいかなと思います。それぐらいのめっちゃドキドキ。本当に不評なんですよ、毎回。絶対にショートにショートまでやったことある？もう本当ベリーショート。このぐらいまで全然あるんですけど、あとおばさん臭くなるとか。とりあえずとにかく不評です。ここまで長いからどうします？ヘアドネーションとかもなんか持って帰った方が。持って帰りますか？の方がいいと思う。じゃあぜひお願いします。やりましょう。はい。カラーはどんな感じがいいと思う？カラーはあんまりそうなんですね。あんま暗くしない方がいい。明るい方がいいですか？ショートだからなんか結構地味になりやすい。ただ今ちょっと黄色いから少しそこら辺はちょっとヤンキーっぽくなっちゃうんですよね。黄色だと色抜けやすそうですよ。そうなんですよ。ちょっと濃いめに入れて、はい、もうお任せで。任せます。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。傷んでますよね。ちょっとね、パサつきと。そうなんです。これは宿毛矯正とかはしてない？全くしてないです。ストレートです。はい。じゃあちょっと後ろお願いします。せっかくのこの綺麗な髪なんで、ヘアドネーションで持って帰ってもらいつつ、ボリューム感のあるショートにしたいかなと思います。じゃあお願いします。お願いします。さあ、じゃあブロッキングいきますね。じゃあブロッキングなんですけど、以前動画でもあった通り上下に分けてあげるとフォワードのカットがしやすいです。で、今回は結構ショートに行くんでしっかりと切れます。はい、じゃあ飛ばしちゃいます。ブロッキングしました。じゃあいきますよ。はい。単発式。いきます。はい、お願いします。自分でやったりします。はい、どうぞ。はい。どう普通にここでちょっとこれゆとり持たして。はい、ここでいいですか？行きましょう。ちょっと待って、度胸がすごい。一応やだったんで。すごい。もうちょっとっていうのを大体想像してたら、意外とかっこいい。ドキドキするって言いながら。さすがです。じゃあいっちゃいますね。はい。よし。おお、切りましたね。はい。いい感じ。めっちゃ髪質いいから。本当ですか？これは喜んでもらえると思います。嬉しい。後でまとめておきます。はい。じゃあちょっと整えて。だいぶもう軽い。もう重さがなくなってました。オッケー。じゃあそんな感じでカラーいきます。はい、カラー準備。はい、じゃあ薬剤紹介ですね。こんな感じ。モデルさん明るめでいきたいんですけど、ちょっとやっぱり若干のムラがあるんですよ。この辺から先は暗い。と髪の毛が細くて退色しやすいってことなんで、こちらこの組み合わせ3対1対10%。基本ベースが14とグリーンの3対1。これで9レベルから10レベル前後のものが作れるんですけど、2GB 入れてしっかりとグレーカラーほど入れないんだけども 10% だけ入れることによって色ムラを抑えて退色防止っていうのになります。 6% オールでいきます。根元保護天才とツヤ出すために GAT500 とツヤ出しと最後にアルテマのディープ系しっかりと張り腰を出してボリューム出したいんで、このケラチンっていうのを総量の 10% 入れてます。はい、じゃあ塗っていきます。岩崎さんかと思いきや違います。今日のアシスタント弘中さんです。はじめまして。なんで照れてるの？
慣れてないんで、岩崎と違って説明すると、岩崎の前の前に僕についてたアシスタント、今もうスタイリスト、はい、30歳。いやまだ29です危ない危ないジャニオタ、はい、30歳。はい、29です大事なんですね。めっちゃ大事ですよね、本当に。女性のその1歳はね、テンション下がります。じゃあ塗っていきましょう。何のジャニーズですか？関ジャニから入って、はい、今ちょっとスノーマンにも手を出してるところですね。人気ですよね、スノーマン。すごいですよね。うち遊びに来て、はい、YouTube でスノーマン流しまくるから、僕おすすめスノーマンだらけになる。それもファンでもないのに。自分が呼んでおきながら、ネタでなんかハイボール片手でなんか後ろ転がってて、めっちゃ自由ですね。本当に。結構なんなら岩崎よりすごい長い期間ずっと一緒にいたんで、はい、今もう銀座でスタイリストをやってて、結構売れてるでしょ。そうなんですね。頑張って。謙遜。弘中さんのホットペッパーページ貼っときますんで。お願いします。結構だって俺のお客さんとか。いやそうなんです。長洲のお客さん結構言ってくれてるでしょ。取れないって言って。やめとけよ。言ってます、うちの母も。行きたいのに取れないって言って嘆いてます。嘆いてる、すいません。ほぼ同じカットできるんで。あ、そうなんですね。じゃあ母にもちょっと勧めときますね。取れなかったらこっちだ。お願いします。誕生日一緒なんで。すごい。占い全部一緒です。そうです。すごいですね。面白みもないです。だし10年違うだけです。そうなんです。うわ、すごい。縁があるんですね。きっとそこまで一緒ってことは。海外出張とかめちゃめちゃある時期のアシスタントなんで、はい。めっちゃ行ったよね、いろいろ。はい。あ、じゃあ一緒に帯同して。そうそう。上海行ったし、成都も行ったし、韓国。中国。いや、韓国マジすっげえ深夜まで買い物。朝4時ぐらいまで市場みたいなところで買い物してマッサージしてホテルに。私も韓国行った時そんな感じでした。なんか深夜結構やってるんですよね。そうなんですよね。深夜こそ遊べるみたいな。ブログとか見ると僕もう全然やってないというか、それこそなんか情勢的になんかどっか行ったっていうのを上げるのが難しくなったじゃないですか。ここ行きましたみたいな。どっちかというとステイホームしなさいって言った時。そうですね。だからあんまり上げなかったんですけど、ブログの昔見ると結構広ばっかりで。じゃあ見てみます。もしあ、いたって。面白くはない。今ねもうみんな動画で。そう、もう若い子たちみんな YouTube で全部仕入れてくるじゃないですか。ついていけない。私アニメとかよく見るんですけど、そう YouTube とかあんまり見てなくて、全部甥っ子かお母さんからの情報しか仕入れてないですね。お母さんっす。いや、お母さんすっごいですよ。お母さんが僕。そうです。大ファンで、もう実家に帰るたびに長戸さんの YouTube を見てるんですよ。2倍速ぐらいの設定で。ありがとうございます。長戸さんの笑い声をよく知ってます。特徴的ですか？よくやります。そうね、会ってみたらやっぱりそのままだったので。お母さんありがとうございます。お母さんもうやばいですよ。お母さんが一番なんか楽しみにしてました。あ、どうなんなるとか。はい。悔しがってました。一緒に応募していただいたから。ね、そうなんですよ。ありがとうございます。本当にまずねかっこよくして。はい。行きましょうね。楽しみです。結構もういい感じに色も明るくなりやすそうですね。色は入りやすいって言われますね。入りやすい抜けやすいなんで、さっき言ったちょっとグレーの濃いやつっていうのを 10% だけ入れると配色結構まろやかになるんで、あとはもうねトリートメント成分さっき言ったいろんなものが入ってるんで手触りも良くなるし、あと張り越し出すためのケラチンっていうのを入れてるんで、それが結構ねいいかなと思うんですよね。あとはもうホームケアで張り越し出す系のやつ、例えばうちでいうとインホームってやつをシャンプーに混ぜてもらって毎日使うと根元の立ち上がり結構出てくるんで。じゃあもうちょっとふわっとしますか？そう少しやっぱね硬さっていうのを出した方がいいから、そうなるとね毎日のシャンプーに混ぜ込むだけなんで楽ですよ。そうなんだ。シャンプーとかも市販の薬局で売ってるやつをもうずーっと使ってて、なんかズボラなんですよ。入るのもめんどくさいし、ずっと同じものを使い続けて楽になっちゃいますからね。お母さんは多分いろいろ知ってるから。そうです。ノットシャンプー。あ
れ買おうかって言って、なんか全部知ってると思いますよ、商品。うちにある商品。そう、全部。お客様向けはそんなに紹介してないですけど、美容師さん向けが多いから。YouTube 多分全部見てると思うんですよね。全部やばいです。本当に。この間本当に実家に帰った時に新しいのがアップされてるって言ってその日に見てたんで2倍速で2倍速で2倍時間がそうそう短縮で広中出てるんですよ。そうなんですか？どこ？本当にいやもう気づかなくていいです。見返していったらあいたってなります。ベスト10以内に入ってる。本当に見られて私のお客さんがなんかたまたまそれ見つけちゃったって言って見られて死ぬほど恥ずかしかったです。なんか頭の匂いを消すっていう、要はなんか過酸化脂質っていう普通に洗っても取りづらいのもギトついたというか酸化してしまった油を取る方法みたいなのがあって、それのモデルさんなの。しかもモデルで頭が匂う人代表になった。なんかちょっと嫌ですね。あれはね、若干コメントで一件だけパワハラですって。確かにいやでも普通のお客さんとかモデルさんでやるより良くないですか？絶対そうだと思います。この人は頭が匂いますよ。やばいやばい。そうだから身近なスタッフでやったらなんかパワハラですみたいな。っつってでもすごい再生数も伸びてホホバオイルっていうのを使ってクレンジングするとすごいいいですよっていうやつなんだけど、なんかもうひどいみたいな女性に対してそしたら何も出せない。一般の歩いてるお客さんやったらねもっと言われる。そうですね。有益なものを出すんでノットアンチでお願いします。じゃあこれで時間をきます。はい、よし、じゃあお時間経ったんでよし行きましょう。これがアクアって言って CMC ですね。このカラーの中間にいろいろトリートメントを入れてあげるっていうのがかなり質感良くなります。これで全然変わるんですか？全然変わる。そうすごい遠くにいるね。どうしたの？邪魔にならないように映らないように画面外から声が聞こえるいますみたいな。実はいます。実会キャラになろうとしても許さない。謙虚が大事で。今日午前中の2本撮影あるんですけど、撮影させてもらうんですけど、2本とも弘中から。そうなんですね。で午後に岩崎が来る。バトンタッチで。岩崎もうずっとカタカタカタ。事務作業してます。事務作業。もう岩崎の仕事がたまりすぎちゃって、よし撮影はちょっともうヒロとかだったらもう完全に任せられるから、安心して。安心してそう長いゆえの。さっき年齢の話だけど、20歳から見てますから。新卒から超大人になっちゃった。親の気持ち。いやそうそれこそ10年見てるんで。そのうちの多分5年ぐらいはずっと一緒だね。そうですね。じゃあすごい本当半分ぐらいは。そう。じゃあ僕もまだ全然30代の一番こう登ってる時期だったんで、休みが未だに根に持ってます。休みがなかった。本当に休みがなかった。だから岩崎とかが4日とか5日で休みねえっつってんのに怒るんですよ。もっとなかったぞ。11月閑散期って聞いたのに、なんか半休1回しかなくて休みが頭おかしいんじゃないかな。やばいですね。一番なんか地獄のような時代を過ごして。その後やっぱね社会的なあれもあってちょっとずつです僕も年齢重ねてちょっと休もうと美容師界もだいぶねちょっと的になってきたけどその頃はもう本当にそれが普通だったんですか？普通いやまあ売れ始めると普通今思うときついよね。きついですね。当時からきつい。当時はそんな思わなかったじゃあそろそろ流します。はいじゃあ行きましょう。はいじゃあカットいきますね。いい感じでカラーも結構いい感じになってます。じゃあ今日はショートバッサリめっちゃいきましょう。このフロントの量が多い方が多分似合うというかボリュームのあれっていうのをカバーできるんでそこはメインでいきましょう。はいじゃあカットいきましょう。はいじゃあちょっとグッと下もいってください。はいじゃあ今日ショートいきます。じゃあ襟足からレザーカットですね。レザーでしっかりと首の形が綺麗になるラインっていうのを作ります。結構そこそこ攻めた方がこういう髪質の人は綺麗にいきます。まずは自然に落ちる位置でこういう感じで切ります。で結構短めにするんでこの三つ襟の毛っていうのがすごい出てくると思うんでここはレザーだと取りきれないんでセニングでラインを作る。でこの内側この毛ですねこの三つ襟の毛っていうのが結構ここが出てくるとショートかっこよくないんでここをしっかりと
落とします。産毛のようにしてあげるといいですね。ここ間違ってもシザーでいっちゃうと、どうしても硬い感じになっちゃって、襟足がすごい綺麗に見えないんで、しっかりとリニングとレザーで作るアウトライン。こんな感じ。よし、OK。そしたら、じゃあ次の段いきますね。で、モデルさん、ボリュームっていう面でちょっとやっぱり気になったりとか、あと出づらいっていうことなんで、しっかりと上に上げていきたいかなと思います。今、アウトライン切りました。次、ここにしっかりと段乗っけてきます。このラインですね。このラインで切る。しっかりと上にボリュームがいくように。ただこれがあまりに上に行き過ぎてレイヤーが強すぎちゃうと、どうしても四角い頭になるんで、丸さが絶対出るように、これぐらいのラインをイメージしていきましょう。で、ストレートアイロンで内巻きにする前提なんで、上がちょっとかぶってくるぐらいでもいいっていうイメージですね。一番 NG なのは、一番上がいきなり短くなるレイヤーにしちゃうと、スタイリングしづらいです。はい、こんな感じ。もうこれ時点で、このジグザグの綺麗なアウトラインっていうのができてます。はい、次の段いきます。こんな感じで重ねていきます。ラインはそんなに変えないで、一番下から上に丸くなっていくラインでいきましょう。で、同じく、そう、ここら辺で。これで結構もうこの時点でこういっちゃいがちなんですけど、このレイヤー強くなりがちなんですけど、ここはドライでいきたいんで、ちゃんと我慢して、こんな感じ。このライン。で、こういう感じで、この丸みがちょっと残るようにしてください。ドライすると確実に上に上がっちゃうんで、それを考えずに、ウェットで結構丸みを作っていっちゃおうと思うと、ドライした時に全然動きのない、丸みのないスタイルになりやすいんで、これぐらい。こうですね。で、ここはアウトラインと上、同時に切っちゃいます。ここがアウトラインなんで、切ります。で、ワンパネル後ろに引いてます。引くことによって前が長くなる。こう前が長くなることによって前に遊びができますね。後で前は切るんですけど、まずウェットはこれで切った方が安心。穴も開かないし、あとはボリュームっていうのも削られすぎないんで安心です。同様にいきましょう。で、ワンパネル後ろに引いて、アウトラインと同時に切っていきます。ボブじゃないんで、もうここ穴は開いていいです。むしろこうやってヘムラインに沿って上に上がっていくのが普通ですね。こんな感じで。こうですね。同じラインでいきます。後でラインを軽くすることはできても重くすることはできないんで、ちょっとちゃんと重めに。で、昔ね、アシスタントとかに説明すると、意外に本当に重くしすぎて丸さも出ないし、くびれも出ないっていうのを作るんで、塩梅なんですけどね。NG はレイヤー入れすぎること。基本的にはしっかりとグラデーションからレイヤーまでの角度っていうのをきれいにこう触りながら。で、こうしてクッとやってあげる。そうするとなんとなくドライになった時の丸さの位置っていうのが分かるんで、それも活用してください。こうやってしっかりとワンパネル後ろに引いて、同じやつでいったらコーミングしてこう。そうするとなんとなくの形が分かる。しかもちゃんともう丸くなって首に沿うようになってるっていうのが分かると思います。でモデルさんそのペタンとするのを気にするって言っても、こんぐらいの丸さがあれば全然いいと思うんで、こんな感じでいきましょう。はい、後ろに引いて、これアウトラインと同時に切ります。後ろに引いて、この同じ角度で切って、で、コーミングしていいですね。この丸さっていうのが出せてきたんじゃないでしょうか。はい、トップいきます。はい、こうして同じ角度で切る。同じ角度で切る。こうですね。いつもとアングル違うって思ってる人いるかもしれないですけど、弘中さんカメラそんなに触ったことないんで、そこはご勘弁ください。なんでコメント欄でカメラワーク見づらいっていうのなしです。ご容赦ください。よし。よし、こんな感じかな。こうして上にやって細かく切った。これですね。この丸さ、こう手で押してあげる。この後頭部の丸さ、そうすると首がこっから生えてるように見えるんですよね。あまりにボリュームが下にすぎると首の位置がこっからになるんですけど、こんぐらいになると首がキュッと上がったように形するのと、髪の量がそんなに多すぎなくてもしっかりとこういう丸みボリュームっていうのを作ることができます。はい、サイドいきましょう。サイドの長さはそのショートを決める大切なポイントなんで、通常だったらこのまま前下がりいくんですけど、そうするとかなり長くなりすぎちゃうんで一回決めます。でモデルさんのお顔に合わせて、ただ耳にかけた時にここが出ればいいなと思うんで、ちょうど耳の位置よりだいぶ下でいいかなと思ってます。このリップラインと顎ラインの下ぐらい、この辺で設定しましょう。アウトラインはレーザー使ってください。もう本当に水平でいいです。イヤートゥーのとこまで水平。まずアウトライン決めます。そうするとこの後ろが前下がりで切ってるんで、ここに角ができるんで、これを切ります。だってアウトライン決めながらいくとすごい楽ですよ。
こうすると襟足よりはちょっと上っていう感じなんですけど。で、そうすると M ライン取ります。M ラインを取って前に出す。そうするとここに小さい角ができるので、これを取りますね。そうするとこんな感じ。で、ここでバックのグラデーションを完成させてあげると、丸くなってからこう。でそしたらここに入れたグラデーションに合わせて全部イヤートゥーに引っ張って、はい、こうですね。そうするとどんどん丸くなってきます。顔周りは後で切れるんで、しっかりこのイヤートゥーに引っ張って、顔周りがワンレングスに近づくようにしていきます。後でこっちをレイヤー入れればいいだけなんで、こうすると丸さがいい感じのショートになってくるんじゃないですか。はい、じゃあ次上ですね。上はもう簡単です。アンダーが決まってれば、全く同じことを、はい、イヤートゥー後ろに引っ張って、もう重ねていくだけなんで、もうここから先はドライで切りたいんですよね。顔周り、お顔に合わせたカットとかは、ショートはやっぱりドライで切っていった方がいいんで、ただ大まかには切らなきゃいけないから、後ろに引っ張って、イヤーというところで全部切る。そうすると、こんな感じですかね。結構まだボリュームポイントが横から見ると下にあるんですけど、これドライすると 100% 上がるんで、真正面から一回取ってください。はい。こんな感じで分かりやすいかなと思います。こっち側と、これ切ってない方ですね。ワンレングスとこの丸みがついたの分かると思うんですけども、この丸さっていうのを後できれいにしていきます。はい、じゃあ逆一緒なんで飛ばしちゃいましょう。はい、じゃあ左右切ったんでこのトップですね、こっち側から持ってきたりして、トップのこの角切るだけ。まあそんな難しくないですね。よく言うのが角は切りすぎないっていう感じでいきますね。ちょっとだけでいいです。で、大まかにモヒカンガイドのところをチェックして切る感じ。ウェットカットがこれで終了です。ごめんなさい。よいしょ。です。はい。じゃあ乾かします。じゃあ乾かす前に PAT のミストでエアカンと髪質改善ですね。レブリン酸配合。まあレブリン酸って本当に結構優秀で、結構小さいうねり取ってくれたりとか、ツヤ出してくれたりとか、かなりいいです。で、リンクオイル。細毛なんで、そんなに重たいオイルは使いたくないんですけど、リンクオイルとかだったら、まあこれぐらいの量したらいいですね。結構量が多かったりとか、うねりが強い人とかだったら、結構しっかり量つけておいていいです。ちょっと全体につけて乾かします。はい、乾かし終わりました。はい、こんな感じ。もう丸さ出てるの分かりますかね。乾かすだけで、こう、ふわっと丸さが出てるんで、これはちょっとまだボブっぽいんで、これをドライカットで少し上に上げていくようなイメージですね。はい、まずアウトラインチェックしますね。ここはもう肌に馴染んでるんですけど、細かいところですね。こう飛び出た角とかを、これセニングで落としますね。シザーで落とさないように。セニングもラインを作らないようにしてください。そしたら、この一線、ショート、なかなかうまくいかないんですって人はよく見てほしいのが、こうして、この1線目をルーツセニングします。産毛みたいになるようにしてあげると、一気に馴染みが良くなるんで、これ大事ですね。まだ第1線だけなんですけど、この左右の差、ここがボテッと重い。で、こっちはもう肌に馴染んでる。この作業っていうのがすごい大事です。ここをルーツセニング。そうすると、一気にこう首に馴染んでいく。はい、これ超大事です。で、この後はチョップカットでいきましょう。まあ、いつも通りですね、これに関しては。ブラントを閉じていく。もう髪質的にすごいセニングとか使わなきゃいけない髪質じゃないんで、チョップだけでまず形を決めてあげて、本当に必要なとこだけスライドだったりセーニングだったりっていうのを入れてってあげるといいですね。チョップも深めに入れすぎると、せっかくの丸さがなくなるんで、これぐらいの浅め。チョップ何センチですかっていう質問あるんですけど、何センチだろうな。指2本分ぐらいの長さをチョップカット入れます。こんな感じ。グラデーションで切ってるんで、横スラのグラデーションの角度で入れてあげると綺麗にいきやすいです。極力同じ角度で入れてあげる。縦で入れてもいいんですけど、結構厚みがある場合は横スラでいきます。はい、こうするとこんぐらい馴染みが出てくると思います。いきましょう。まあ同じですね。ちょっとカメラが頭に触れるんですよね。ちょっと近いんじゃん。近くない、狭いんですよ。狭いね。はい、じゃあ真正面見てください。よいしょ。こんな感じでちょっとよっからいこうか。少し上に上がったと思うんですね。ここから先はまだなんで。こういう感じ。もちろんこういう重いとこがあったりとかするんですけど、全体的にはこのトップにふんわりとしたちょうどお顔のど真ん中、頭のど真ん中にボリュームポイント。だからこれをもうちょっと量取ってあげると、少しこんぐらいにしてあげたいイメージなんで、今このチョップの時点でここにボリュームがあるっていうのがほぼ正解ですね。しっかりとくびれができる。これがショートのうまい感じですね。まず横、本当は顔周りレイヤーとかも入れたいんですけど、どうしても髪質とかを見ながらやりたいんで、まずはもうトップでブラントのラインを取ってから考えましょう。
ショートに関してはもういきなり切るというより顔周りに関してはもう本当に見合わせだと思うんで、まずこうやって長さを残しておいてあげて、いくらでも後で修正が効くようにしてあげるといいですね。この耳周りのブラントは絶対取る。耳がちょっと透けるぐらいの方がショートはかっこいいと思うんで、こうですね。こういう感じ。今日なんか特に超ロングからのバッサリカットなんで、ショートを勉強したい人にとっては、なかなかいい動画になってくれればいいなと思います。末長く再生される系になると思います。全世界に見られちゃいます、全世界に。お母さん何回見ますか？10回は見るじゃないですか。結構見ます、お母さんありがとうございます。家族だけでめっちゃ行くと思う。ありがとうございます。それこそお母さんの年代、僕らのその親世代の年齢の人っていうのは結構見てくれてるって、大体50代、60代、70代の方っていうのが結構見てくださってるっていう。やっぱり髪の悩みがね、またそう多いですよね。伸ばせなくなったとかって母は言ってますね。それね、もう完全にホームケアですね。あ、そうなんですね。家でやればやるほど、手をかけてあげるほど髪ってすごい綺麗になってくるんで。やんないと。なんならあれですよ、肌より髪ってもう逆に言うと生きてる死んでるで言ったら死んだ細胞、もう体から離れた細胞になってくるんで、ケアの方が大事なんですよ。肌って食べるもんだったりとか、髪の毛はもちろん食べるもんで、一番最初の根元は決まるんだけど、それさえ生えてしまえばもうそこから先って自分の食べてるもの関係なくなってくるから、根元から綺麗なのを生やすんだったら食生活と適度な運動っていうのをやるんだけど、もう生えてるものはケアしかないんで。心に刻んで帰ります。結構ね、顔には皆さんすごいいろいろやるけど髪にやらないって人、高校のお客さんはね、みんなすごいやってくれる人が多いんで、僕は結構ね、事細かに説明するからなんだけど、大体髪の毛がうまく決まんないんですっていう人はホームケアが足りない場合が多いですね。どのぐらいでもできるホームケアを教えてほしい。シャンプー変えるだけ。いや、それまずそこだ。みんな洗顔とかこだわるじゃないですか。そうですね、固形石鹸とかにしたりとかします。化粧水、美容液、導入液より洗顔こだわった方がいいんですよ。実際落とすものの方が大事だから、髪もそれです。すごい分かりやすい。こんな感じでだいぶすごいサラサラ、いい感じですよね。で、丸さも、しかも結構ボリューム感出ません？めっちゃ出ました。なんで？カット。じゃあこんな感じ。今だいぶこれさっきよりも上に上がったと思うんで、ただここら辺ですね、この顔周りの毛っていうのをもう後ろに引いてるんで、こう前下がりになってるんで、ここをつなげてきてちょっとこういうショートっぽくします。そのためにはこうして前に引き出します。前に引き出すとこうやってこれですね、これが前下がりのラインなんで、このラインをちょっと削ってあげる。チョップで削りすぎ注意ですね。ここを削ってあげる。そうすると一気にショートのラインになります。こっちが削ってない方、こっちは削った方、一気にショートのラインになるんで、ここのところをもうちょい軽く、長さ削りすぎないんだけど、このブラントを少し削ってあげる。これはもうモデルさんとかお客さんの顔を見ながら適切な位置でやってあげるといいですね。で、そうするとだいぶこういう重さの出るとことかが出てくるんで、セーニング入れてません。まだ本当にチョップカットだけでこういうショート、顔周りを包み込むようなショートっていうのになります。こっちサイドからお願いします。そうですね、まだここら辺重いんですけど、ここですね、ここら辺前下がりだったところを少し削ってあげる。そうするとこういう形でなってきます。あとはこの重さを削っていく。例えばこの耳後ろだったりっていうのを深めのチョップで削ってあげる。で、この顔周りのもみあげ周辺、ここもレイヤー入れたんで前に引き出してチョップ入れてあげる。前に引き出してチョップ。そうするとどんどんこう丸さが出てショートで、こっちで、あとはもう本当にこういう重さとかを取っていけばショートになります。じゃあ続きいきましょう。結構変わった。めっちゃ変わりましたね。かわいい。かわいいか来ました。わいい。そうなの、かわいいんですよ。髪質も結構綺麗だから、しかもさっきの GLT 入れたりとかハウタム入れたりとかですっごいサラサラになるんで、なんか触られてるだけで分かります。わかりますよね。サラサラになってるっていうのがすごい。これでだいぶショートのベースができたんで、あとは細かいところもう一周いきましょう。はい、じゃああとはゆるりといきましょうか。どうですか、弘永さん、久々に永田さんのカットは。ちょっとこっちに集中しすぎて。朝勉強させていただきますって言ってたじゃん。YouTube 見させていただきます。いや、やっぱカメラやってるとらしいんですよ。岩崎も言ってるって、なんかこっちにそうそうそう、本当そうです。ロングからのショートの切り方ってやっぱり結構皆さんね、苦手としてる人も多いは多いから、
そうなんですか。丸さを作れないんですよね。作れないって言うと失礼だけど、作るのが難しい人が多いですね。なんかこの丸い感じが、そうなんです。理想なんですけど。なんかうまくいかない場合結構多いですよね。だから少年カットになっちゃうんですよ。丸さが女性らしさを出すじゃないですか。もう紙質的にすきばさみにセニングっていうのはもうほぼ使わない。どうしても重いからってジャ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 ってやっちゃうと、この丸さがどんどん削れて、今はいいけど一回家帰って洗ったらなんかベターンってしちゃったりとか、結構若干このブランドが少し残っててもいいっていうか、厚みがあった方がおしゃれに見える。スタイリング剤つければこのブランドの感じも結構綺麗になったりするんで。カットが重要なんですね。カット楽しいんですよ、こういうのって。すごい。職人だ、本当に職人。いや、マジ楽しいですよ。全部論理的なんですね。あ、そうですね。こうやったらこうなるっていうのがあるから、それをちゃんと見極めて、やっぱ同じ人っていないじゃないですか。頭の形、髪質の量、髪質、同じ人っていないから、やっぱりね、そういうのをね、パズルを解いていくようなイメージで、そうやってあげるといいかなと思いますよ。パズルを解くのが仕事になると楽しいですよね。ね、そこまでいけばすごい楽しそうですね。そう。そういえばパズルってやってないね。やってないですね。何の話じゃない。企画でよかった。YouTube で。サブチャンネル。相当暇だな。いけない。じゃあちょっとスライドカット入れていきます。ちょっとあまりに重いとこだけ少しスライドして量を取ります。お子さんは一人で。そうなんです。じゃあ楽しみですね。結構美容院行けないからどうしようっておっしゃる人もいるんですけど、でも思ったよりみんな早く来ますよ。あ、そうなんですか。結構行けない。いや、なんか半年はいけないと思うからって結構皆さん言うんですけど、多分やっぱ忙しくなるじゃないですか。24時間仕事じゃないけど、育児で自分の時間が持てないから、美容院って結構堂々と自分の時間を持てるから好きっておっしゃる方多いんですよ。もちろんね、周りにやってくれてる人がいるっていうのは前提なんだけど、そうなるとちょっと月1回とか2ヶ月に1回は贅沢したいっていうか、息抜きにもなれますね。そうテンション上がるし、そう一人の時間っていうのはね、結構早々に来る人が多いです、ね。じゃあなんか心配しなくていいですね。そう大丈夫。あとね、思った以上に写真撮るんで、お子さんの写真もそうだけど自分もちょっと写り込むから、そうですよね。髪きれいにしといた方がいいんですよ。イベントごとはありますもんね。生まれてから。私も今回出産後に1ヶ月後と2ヶ月後に結婚式があるんですよ。だから多分美容室絶対行けますね。そうですよね。じゃあそこら辺も踏まえてかっこよくバッチリ OK。 前髪いきましょう。前髪ちょっと長めの方が似合うかな。全体がショートになってるんで、前髪いきます。前髪こういうスタイルなんで、あんまりパッツンっていうよりは横に流れた方がいいんで、こうしたらレイヤーで切ります。上に上げてください。上に上げて乗っかってくる部分、これがワンレングスの部分なんで、こうする。そうするとこういう感じでできます。でちょっと目にかぶるぐらいがかっこいいと思うんで、ここからこの毛ですね、これすごい邪魔な毛なんです。でも切りすぎると一気に可愛くなりすぎちゃってボーイッシュなショートになりやすいんで、ここをゆっくり、ここ前髪スタートして、前髪スタート視点からゆっくり肌に馴染むようにもう一回いきましょう。ゆっくりですね。顔が小さく見える頬骨の一番高いところが隠れる顔周りの毛で、ここはさすがにセニング入れます。この前髪の端っことこのところを取って前に引っ張ってセニング 20% ゆっくりこう、そうすることによって顔が小さく見える横の毛っていうのができます。そしたらこの今取った量と後ろをなじませて、ここもちょっとセニング。これ全部さっきからあれなんですけど、前に引っ張ってレイヤーを入れるような形でセニングしてあげてください。そうするとこっち側来てください。このラインですね。この前髪から通じてこの頬骨の一番高いところが隠れつつ、こういう感じでなってます。逆サイドですね。よし。じゃあ最終的にちょっと整えて、襟足の重いところだけちょっとだけセニング入れておきます。耳後ろのルーツセニング。髪質的にそんなにいっぱい入れない方がいいですね。多少って感じで OK。 よし、切りましたね。すごい。スタイリングします。スタイリングしなくても全然いけますね。そうでしょ、そうなんです。カットがしっかりできてればこんぐらい綺麗にいくんですよ。これでさらにスタイリングしてあげることによってもっともっと綺麗な丸さっていうのが出るんで、でもそんなにやらなくていいです。スタイリングありきのショートにはしてないんで、カットありきにはもちろんしてるから、まずアイロンしやすくするために
MM スプレーっていう開く前のスプレーですね、下から遠目からこうわーっと全体に、もうこれだけでぶっちゃけいいぐらいなんですよ。これだけでふわっとなりました。なりました。こんな感じ、でいいんだけど、ちょっと丸めといてあげる、で難しいことはないです。サイドを2段、細かければ細かいほどいいんだけど面倒くさくなるんで、面倒くさくなってやんなくなったら終わりなんで、横にしたら奥から挟んでくるり、これだけ、これだけこれだけいきます。これだけです。あまりにこれだけさはい、上いきます。はい、挟んでその場でくるり、前髪は流そうとせずに前にくるり、あんまりもう手かけすぎてもあれなんで、めんどくさくなっちゃうんですね。そう、やんなくなったら終わりなんで、やんなくてもいい髪型、カットにはしてあるんだけど、それでも一応多少ないとこう熱を通してあげるとこうなるんで、ふわっとするじゃないですか。全然また後ろも同じ感じ。結構ざっくりで。ざっくりです。細かくやるとマッシュルームみたいななんかラフっぽい、少しでもちょっと外国人の癖毛じゃないけど、あそこまでじゃないけどちょっと柔らかい癖が出ればいいかなと思うんで、トップだけ小さく取ります、ほんのちょっと、これぐらい薄く取ってあげて、根元かませたらここでクリック、これをね4回ぐらいやってください。ちょっとずつ前に進む感じ、そうクリック、そうするとこうふわっとトップがふんわりします。そうなんです。ここだけねちゃんとやってあげてください。結構寝やすいんで、ふわっとしてあげると全体また締まりが出てくる。そしたらオイル、アローディアデンスオイル、この動画出す頃には販売できてるはず。金木犀のそれやつですか？そうです。販売するんですか？販売します。欲しい。今ねこれ輸入がマジで遅れてて、多分連休明けぐらいには入荷する予定。すごいいい匂い。すごい。きますよね。香水いらない感じのいい匂い。そう、いい匂いなんですよ。つけすぎると髪質的にペタッとしやすいんで、本当にスポイト半分ぐらいをさっとつけてあげてなじませます。いいんじゃないですか。めちゃめちゃいいですね。後ろ後ろ見たいですよね。はい、見たいです。丸くないですか？なってる。そう、理想の形になりました。オッケー。バッチリ。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はヘアドネーションからのバッサリカット。はい、バッチリでした。もうぶっちゃけショートカットの教科書になってもいいぐらいな、ちゃんと一から切ったんで、結構美容師さん繰り返し見ていただいて勉強していただければ、勉強っていうか参考にしていただければいいかなと思うんで、よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、以上です。はい。よっしゃ、バッチリですね。バッチリです。すごい。このマスクじゃ間違えた。マジなるんですね。なる。すごい。来ましたね。パーマかけずにこれができるんですね。そう。お疲れ様でした。ありがとうございます。32年目にして初めての。かわいい。次かけると結構、本当は耳周りをもっとがっつりすいて、お写真が多分そうなんですけど、それ髪質的にやっちゃうとスカスカになっちゃうんで、なんかいい感じのこのね、大人可愛い感じ。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。本当にありがとうございました。ありがとうございます。危ない。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。私はもう腕が筋肉痛になりそうです。カメラで。手ぶれがすごいと思います。やめてよ。はい、あと1本よろしくお願いします。お願いします。勉強させていただきます。勉強してねって。カメラの勉強。お疲れ様でした。お疲れ様でした。